皆様ご視聴ありがとうございます。今年も、あとちょっとで終わりということで、2025年皆さんいかがお過ごしできたでしょうか。いろいろね、目標を達成できた人とか、まだまだやらないといけないことが残ってる人とか、いや、全然まだ年末年始も仕事だよという方もいっぱいいろんなパターンの方おられると思いますが、このチャンネルの2025年ちょっと振り返ってみて、いろいろちょっと話をしたいと思います。こんな感じの動画をですね、去年の年末にも出してると思うんですけど、1年振り返ってみてね、どうだったのか、そしてこのチャンネルをね、1年間見てくれた皆様に、感謝の言葉を伝えたいなということで、動画を撮ってるんですが、振り返ってみると、今年かなり飛躍した年だったかなと、思います。自分自身に頑張ったなってちょっと言えるんじゃないかなっていうぐらいいろんなことにチャレンジしたり、いろいろ試行錯誤した年だったかなと思います。昔から見てくれてる方々からすればですね、ちょっとスーさんの方向性変わったんじゃないのとか、前と変わったねって言ってこられる方も、いられますし、あと、動画の、内容、あと編集の仕方、昔と比べてね、すごく見やすくなったとか、これはこれで面白いとかね、すごい成長してくれて嬉しいとかいう、かなりポジティブな意見の方が多くて、実際自分もいろいろこの数年前からですね、旅行系のジャンルって何なんだろうってすごい思って、で、なんていうんですかね、皆さんがいろんな様々な素晴らしいね、YouTuber たちの動画を見てるとは思いますが、内容とかやってることが、同じだということで、結構ね、そういう意見をいただいてたりしたので、なるべく、変わったことをやっていこう、人と違うことをやっていこうっていう方向に、持っていったっていう、持っていってたんですよね、今までね。で、だんだんそれが、固まってきたっていう年で、2025年も、特にそういう特色が、ちゃんと定着してきて、で、私自身もね、このチャンネルの、体制っていうのを変えまして、何度もうちのね、スタッフがとか編集者がっていうふうに言ってると思うんですが、今まで全部一人でやってたものを、一人、スタッフをね、迎え入れて、一生懸命、やってきたっていうのが、1年間、1年間というか、この2025年で大きく、変わったところで、それがいい流れにいったかなと思っております。あとは特に、皆さんからよくね、言われることの中の一つなんですけど、結構その中国とか韓国とか北朝鮮とか日本の近辺エリア、東アジア周辺の動画っていうのを結構集中的に出しました。アメリカ行ったりヨーロッパ行ったりっていうのもね、2025年はやったりもしましたけど、多分ほとんどの動画が東アジア、東南アジアだったと思います。で、偏ってしまってるかなとかも思ったんですが、やっぱり皆さんの見たいと思う内容であったりとか、実績ですね、数字であったりしても、その辺やっぱり合致してたので、自分たちの意思を貫いてよかったのかなと、思います。よくね、たまにはアメリカ行ってください、ヨーロッパ行ってください、南米行かないんですか、アフリカ行かないんですかっていうのはいっぱいいただいてすごくね、ありがたいんですけども、別に行かないわけではないので、ちょいちょい行ってますよね。今年も行きましたんで、ただやっぱりこう、皆さんが求めてるものを近づけていくっていうことに専念しました。あとは、そうですね、やっぱり一番は、書籍ですかね。この動画を出してる、2025年の年末でもまだ予約受付中ということで、現物ね、出来上がったのをこうチラ見したりとか、それをもとにですね、紹介っていうのがちょっとまだまだできなくて、年を越した1月23日に全国発売ということで、もっとですね、来年 PR、年を、またいで26年に入ってからね、ガンガンやっていくつもりです。で、イベントとかも、すでに決まってるものもあるし、追加でとか自分たちで考えてっていうのもあるし、買ってくれた方にはもうどん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 サインもしたいと思いますし、私にどんどんいろいろ言っていただけたら嬉しいなとは思っております。で、そういったことがこうできるようになった自分の今の、立ち位置ですね。私が7年前なんですよ、YouTube を始めたのが。それまでは本当に地元の一般的な、企業で働いてる、本当にもうパッとしない20代のダメ男だったんですよ。ダメ男というか、結構その時は病んでまして、
はい、いろいろと人間関係とか会社のこととかで疲れ果ててた自分が今こういうポジションで自分のやりたいことをやれて応援してくれてる人もいて、本まで出せて、で、自分の中ではやりがいがあることに集中できてるこの姿っていうのはね、当時では全く想像することもできずに、私も冗談でね、絶望おじさんとか限界おじさんとか言ってますけど、本当に絶望してた20代ですね。自分の人生の中ですごく大事な時期だったんですけど、そこを結構棒に振った、っていうふうに思ってた時があったので、すごくやっぱなんか今取り返せてるなっていうふうに思ってるし、それ以外でね、自分が今の現状、視聴者さんも含めてなんですけど、周りで、会ってね、交流のある人たち、私ね、ちょっとコミュ障っていうのもあるし、あんまりこう自分から積極的によっぽどのことがないとね、こう、大勢の輪に入っていくのがあんま得意ではなくて、そう、自分の中でこう、なんていうんですかね、小さくなってしまうっていうところが悪いところなのかもしれないんですけど、そんな自分にでもですね、結構、すごい尊敬できる人とか、この人すごいなっていう人とはつながれてて、いろいろアドバイスをもらったり、その人たちと時間を過ごしたりっていうこともできたのもすごく充実してましたし、うちのね、今何度も言ってますスタッフと協力してやってこれたのでね、今のところトラブルなくね、だからその辺でも良かったかなと、支えられてるなという部分も思ったりもするし、すごく今話してる内容がすごくポジティブなことばっかり話せてるので、すごくいい年だったなと思いました。そうですね。あと何を話せばいいんだろうね。皆さんから大体聞かれることっていうのは、もうすごく一般的なものが多くて、例えばね、ライブとかやっても今年一番良かったことは何ですか、逆に一番嫌だったこと、悲しかったことは何ですかみたいなの部類の話とか、よくあとあれか、今まで行った国で一番良かったところ、そして、一番ダメだった国とか、もう行きたくないよと思った国一つずつ教えてくれとか、いろいろねあるんですけど、すごくそれも難しくて、ただじゃあ今年一番良かったことっていうのはやっぱり自分がやりきれた、いい流れにできたっていう、この振り返って今思うこと、それが一番ですかね。で、うーん一番悲しかったこと、残念だったことは、これ動画の中ではね、言わなかったんですけど、自分、カジノで大負けしたんですよね。これ今日初めて言いますけど、そう、韓国のね、インチョンカジノで、それこそちょっと年末とか12月行った時に、すごい負けまして、あの今年は多分マイナスですね。はい。今まで結構ちょこちょこ、大勝ちはしたことないんですけど、ちょこちょこ勝ってたんですけども、やった旅費が浮いたとかね、美味しいご飯が食べれるぐらいだったんですけど、それを全部なくすぐらい負けまして、全部自分の責任なんですけどね、それが一番落ち込みました。金額は言いたくないです。あと、旅先でのその一番良かった場所、おすすめな場所、そして微妙だった場所、行きたくないと思った場所とかの話ですか。それはね、難しいね。でも、今年一貫して多分言ってると思うんですけど、旅先で見たその風景、景色、あと、異世界観で言ったら間違いなく中国の新疆ウイグル自治区のカシュガルより先の辺境管理区域っていう場所ですね。タシュクルガンとかパミール高原とか、中央アジアと面してるとこ、7000メートル級の山があるとこ、あそこは、いろいろそのウイグルに関してはね、もう話し出したらキリがないぐらい、いろいろ皆さん、こう、盛んにね、ディベートが発生してしまうんですけども、ただ、その景色ですね、あの景色はちょっと、鳥肌が立つくらいすごかったので、人生で初めてね、スイス行った時とか、ナイアガラの滝見た時とか、カナダとかね、その感動を超えましたもんね。こんな景色が世界にあるんだと思って、それぐらい良かったっていうのは、私は特にこの1年、ぶれなかったですね。それを超えてくるものがなかったですね。もちろん世界中にはいろいろもっと素晴らしいところがあるとは思うんですけど、自分が見た中では、あんな標高の高い山が突然平野のね、大草原ですよ。それこそヤクとか、ラクダみたいな、動物が
牧草地帯にいて、綺麗な、しかも平らな、地平線が見えるぐらい綺麗な湖があって、その周りを囲むように見たことないぐらい高い山、7000メートルですからね、の山々があって、で、その時点で標高が4000メートルぐらいあるから、空気は薄いんですけど、なんか空に近いのに景色もすごいみたいな。山々もすごいみたいなのとか、テレビ CM で見るようなね、車の CM で見るようなすんごい道とか、そういうのはちょっと、ね、今中国がああいう感じじゃなかったらすごく多分みんなが行く、もう行きやすくて大人気の観光地になるんだろうなっていうような場所だったということは間違いないです。はい、なので僕はいつも聞かれたら今年では今ウイグルの、タシュクルガンとかパミール高原って言ってるんですけどね。あとはそのネガティブな方ですよね。行って失敗したな、もう行きたくないなって思った場所。それはね、本当にないんですよ。ないですね。どこ行ってもそのところの良さがあるし、自分は特に今年、去年もそうでしたけど、今年かなり攻めてましたんで、あんまり人が行かないところとか、行くのが大変な場所とか、そこ何みたいなとこ結構攻めました。国境とかね。だからそういうとこって過酷な環境が多いので、寒さとか暑さとかそういったことで嫌っていうことも言えないくもないけど、でも行って失敗したなとかもう行きたくないなとか思ったことはなかったですね。これ忖度なく言うと、一番寒かったのは多分年の初めに行ったペクトゥ山じゃないですかね。北朝鮮の聖なる山、中国側からしか行ってないですけども、あそこはすごい寒かったですね。死ぬぐらい寒かったです。とか、あと内モンゴルとか、あの辺も寒かったですね。満州里とか。だけど嫌だっていうことは思わなかったですね。あとはあるかな、ないかな。三峡ダム、中国の三峡ダム行った時、ものすごい暑かったとか、人だらけで死ぬかと思ったっていうのもありましたけど、ぎゅうぎゅうパンパンでね。でもなんか振り返ると、なんか辛い思いというか、もう嫌だみたいなのがなかった1年ですね。だからポジティブな気持ちですごく真剣に、なんかもう周りに何を言われても、周りからどう思われても、なんか今自分がこうやりたいことに専念するっていう、なんか自分のこの私ね、ネガティブ思考で結構気持ち小さいんですよ。すぐ悩むしね。だけどそんな自分がそういう風に振り切れてやれてたので、何かあった、何かこう、なんか確たるものがあったのかもしれませんね。だから全然あんまり辛いっていうことがそこまでなかったです。だから行って嫌だったとかが。はい、なんか調子乗ってるように聞こえるかもしれませんけど、こいつかっこつけやがってみたいな。いや、本当なんですよね。っていう感じです。だからライブとかで聞かれても答えるの結構、難しくて、瞬時に答えるので、こうやってだらだら長くなっちゃうんですよ、説明が。そう、だからなかったです。はい、今年はなかったということで、はい、嫌なところ、もう二度と行きたい国とかなかったということで、ご認識いただければと思います。あとは来年の抱負ですかね。特に直近で年明け、1、2、3月ぐらいで集中的にやりたいなと思ってることは、やっぱりその本が発売されるので、それに伴ったイベント、2025年はね、オフ会とかそういうファンの皆様と、視聴者の皆様とかの交流があんまりできなかったですよ。自分もあんまりそういうのがこう、自発的にやるのが得意じゃないタイプで、コミュ障なんでね、みんなの前で喋ったりっていうのがすごくこう苦手な人で、そうだから直近だとあれかな、その仲良くしてる花さんのイベントで何百人の前で喋るのもすごい緊張してしまって、私も台本頭に入らなくて、スマホで台本見ながら挨拶したぐらいの人間なんで、そうそういう感じなんですけども、せっかくこういったチャンスをいただいて、ね、出版社さんから本を出してくださいって頼まれた、もうすごく他の今までの人生ではありえませんので、そういうのをやれた年だったので、それをもっとね、みんなに認知してもらいたいので、なかなか厳しい業界ですし、私もその周りにつてがなくて自分でそういうふうに生きてきたからね。そうだから拡散能力っていうのはすごい低くてね、誰かに宣伝してもらうとかっていうのも頼らずやってますので、基本的には。なんでそれでも自分のことを気にして
本も買ってくれた方も大勢いて、でそういう人たちと、そうじゃなくてもね、交流ができればいいなとは思っておりますので、イベントですかね。はい。ちょっとすいません。即興で全部喋ってるもんで、なかなか辻褄が合わない感じですけども、はい、そういうイベントとか、皆さんとの交流をもうちょっと25年はできなかった分、26年でやっていきたいと思いますので、そういった告知とかももちろん事前に出しますから、皆さんよかったらですね、興味のある方は来ていただければ私も誠心誠意対応したいと思います。そんな感じですかね。2026年もの年末ももしかしたらバンコクでこういうふうに振り返り動画を撮って喋ってるかもしれませんが、今年、来年ですか、25年のようにですね、ベラベラとポジティブなことを喋れてる最後の動画が撮れてたらいいなというふうに思いますので、そのために頑張っていきたいと思います。そんな感じで2025年振り返って、皆様にね、感謝の言葉とさせていただきたいと思っております。引き続き2026年もよろしくお願いします。皆さん、そして良いお年を来年も皆さんよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。